家がまた何かの家に生まれ変わるという完全サーキュラーの世界、作る段階からサーキュラーをイメージして新品の商品を作るという。人生100年時代の幸せっていうのは健康とつながりと学び、我が家を世界一幸せな場所にすると。皆さんこんにちは。ザ・ビッグインタビューへようこそ。ゲストは積水ハウス代表取締役兼 CEO 中井義弘さんです。中井さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のテーマは、我が家の未来です。家族構成とか、少子高齢化とか、あるいはその環境問題みたいなものを意識する時代になってきて、暮らしってものの定義そのものが急速に今変わってきていると思うんですけれども、今その住まいっていうものの価値ですとか、その今現代的な意味っていうのがどういうふうに変わってきているというふうにご覧になってますか？そうですね、やはり家っていうのは普遍的なものですから、やっぱり安全で安心でっていうこととか、例えば高度経済成長期には家に帰ってしっかりと睡眠をとって英気を養ってまた外でしっかりと働くみたいな機能とか、どちらかというともう守りの機能というのが家に求められたんですけど、これからは少し家っていうのをもう少しアクティブな、能動的な機能っていうのも備わってきてもいいんじゃないかっていう、それは AI とか DX とかいろんなことも相まってそういうことになってくるんじゃないかなみたいなことは想像してるんですけど、その家が能動的な機能になっていく、ぜひ今日はそういうお話を伺っていきたいと思います。ありがとうございます。まずはその生成 AI によって未来のその暮らし、未来の住まいとしてどういうものが描かれているのか、そのいわばなんとなく全員の共同幻想じゃないですけれども、我が家の未来をどう捉えているのか引き出してみました。まず未来の住宅トレンドとしてハード面の方ではバイオフィリックアーキテクチャの導入ですね。建材に菌類のその菌糸体マイセリウムみたいなものを使って、自己修復とか、環境応答性を備えた住宅が登場します。自然と共生し健康を促進する新たな住環境が実現します。で続いてソフト面の方では、例えばそのライフコーチングハウスというものを AI 挙げてます。日々の行動パターンや人生目標を理解して、朝には今日の行動提案を行い、住宅が人生のナビゲーターとなり自己実現を支援します。でもう一つが完成メモリーハウスというものを挙げています。住宅が居住者の感情や記憶を蓄積し、音楽や香り、光の演出で記憶が自然によみがえる空間を実現していきますと。住まいは感性とともに成長し続ける存在になります。以上がチャット GPT で導き出した未来の住宅トレンド、ちょっとSF チックなところもあるんですけれども、中井さん今の聞きになっていかがですか？こんなこと言っていいのかな。少し想定の範囲内だったので、もう少し AI にかけると、もうちょっとぶっ飛んだ話が出てくるのかなと思ったんですけど、我々も今テーマアップして研究しているところと非常に近しいところが答えとして出てきているのかな。それではそういったまさに未来をもうすでに積水ハウスさんとしてご覧になっているところが重なってくるところがあるということなんで、じっくりお伺いしていきたいんですけれども、まず先ほどのお話でもあったんですけれども、今回我が家っていう時を考える時に、まずそのベースとなるその安全、安心、耐震性っていうのは世界に誇れる技術を日本では持っているんだと思うんですけれども、そういったものがどういうふうに変わってきたのかというところをちょっとお伺いしたいんですが。当社の創業の意味っていうのはやはり、当初の1960年から特に30年間をかけて、住まい手の命と財産をどう守るかというところで、耐震性能をずっと地道に愚直に研究してきた会社であったということです。手前味噌ですけど、少し時代を引っ張ってきたのかなっていう自負はあります。で今の新耐震基準で耐震等級1、2、3と3つあるんですけども、新耐震基準の国がやっている耐震等級1というのは、これあんまり皆さんご存知ないかも分かんないんですけども、東日本大震災とか阪神・淡路のような大震災があったとしても、地震でクラックが入って柱も傷んで壊れて二度と住めないかもしれないけども、最低限人の命だけは守ろうというのは耐震等級1なんですね。それは最低基準としていいんですけども、これだけの地震国家においてやはり耐震等級3の最上級のところっていうのは、そろそろ標準化していってもいいんじゃないかなっていうのが一つですね。でもう一点は、これは同社が開発してやってきたんですけども、
ダイレクトジョイントっていうところで基礎と柱を直接つないでます。普通の木造住宅は一旦土台をかましてその上に柱を立てますのでワンクッション入っちゃうので、接合部が多いほど脆弱になるというのは分かると思いますけども、やはり耐震等級3で基礎と柱を直結するっていうのは当社ではもう今後もう標準にしていこうかなというふうに思っています。ダイレクトジョイント工法ですか。もうそうやって聞くと本当に日本あまねくそうなるといいんじゃないかなと思うんですが、やっぱり難しいんですか。ダイレクトジョイントの難しさはコンクリートの基礎からボルトを埋め込んで出します。それがミリ単位でくぐっちゃうと柱が接合できないので、基礎側も柱側もかなりの精度が要求されるというところが難しいです。柱を作るところからもうそのミリ単位の精度でやんなければいけない。今 SI 事業っていうスケルトンインフルって言ってるんですけども、地域のビルダー様にその基礎と柱の立て方だけの工法は当社がやらせていただいて、それ以外は地域のビルダーさんが自由に作っていただくという共同建築方式を始めましたので、この工法はぜひオープン化したいなと思ってますけど。じゃあある種そういったものがオープンプラットフォームじゃないですけれども、ちょっと外にも開かれて。そうですね。耐震等級3プラスダイレクトジョイントの家が一軒でも建てばいいなというふうに思ってます。一般的に今その建築っていうことでいうとやっぱり人材不足とか、どうやって確保するのかっていうのも多分日本社会全体抱えてる問題だと思うんですけれども、例えばロボットとか、あるいはその AI、計算なんか AI 得意なんでそういうことと一緒にやることでさらに質を上げていくっていうようなそういうところは考えありますか。住宅っていうのは非常に面積が大きなビルディングの建築とは違って、ゼネコンさんの世界とは違って、非常に狭い空間を作りに行くので、非常に今のところロボットは不向きと言われてます。そうなんですね。オフィスの何十平米何百平米っていうのをドーンと床を打つみたいなところはロボットの方が早いかもわかんないですけど、私が DX に期待したいのは 3D でもってこういう空間を作りたいんだっていう設計士の意図を AI で展開してあげて、そのためにはパーツをこういうふうなものを切って用意してみたいなところで間接がこうなるんだみたいな空間認識能力をお手伝いするっていうのはありかなっていうのは思いますよね。去年アップルが Apple Vision Pro っていうのを出して、やっぱりあれがただのVR ゴーグルのゲームじゃあなくて、あれはコンピューターの認識をスクリーンからこの3次元の空間に変えるんだっていう、ああいう技術っていうのはそういう意味では大工さんにとって、本当に3次元で空間的にそれを認識して、どんどん新しいレイヤーを重ねていって、じゃあ完成形こうなんだって見ると結構可能性ありそうですか。そうですね。そこは今までセンスに頼ってたところもあるんでね、設計士の意図をうまく展開してあげるっていうところは人材育成にもつながるかと思います。なるほど。ここからは少し環境についてもね、お伺いしていきたいんですけれども、積水ハウスさんはもう本当に早くからそのゼロエミッションを達成されていたりとか、もう20年以上だと思うんですが、僕が大好きなのが5本の木計画というものを始められていて、3本が鳥のために、で2本が蝶のために。だから僕ら住む人のためでもあるんだけれども、でもそれ以上にそこに住む動植物のためにそれをやるという、その皆さんの反応ってどういうものだったんでしょうか。2001年からですね、もう20年以上やってるんですけども、各ご家庭にですね、在来種を植えようよと、里山の思想ですよね。やはり高度経済成長期、やはり当社も含めてやっぱり山を削って住宅地開発をしてきたっていう、やはりもう少し街の中に自然を取り戻すみたいなところも必要じゃないかと。そのためには里山の思想というのがあって、里山っていうのは手頃に微妙な形で人の手が加わっているけど自然も残っているという緩衝地帯ですね。そういった緩衝地帯を作るっていうのは一ハウスメーカーでは非常にしんどいので、各家庭の中に少しずつ在来種を植えていくことによって、里山的な発想を取り戻せるんじゃないかっていうのが始まりでした。当然建築費、外交費用も建築の中に入ってますから、お客様負担になるわけです。それでも当社の考え方に賛同いただいて、
コツコツと累積をすると今では2000万本になっているというところなので、本当に改めてお客様に感謝ですね。なんかちょっとこう変わってきたなって、戻ってきたなっていうような実感ってお持ちですか？そうですね。琉球大学の先生が日本の国土のメッシュデータを持っておられて、1km メッシュでそこに住む昆虫とか生き物とかっていう生物データまで含めたビッグデータを持っておられます。で当社が約2000万本の植えた木のデータを全部保管してたもんですから、それを付き合わせると20数年前と比べて生物多様性が回復しているという、エビデンスが得られたっていうのは画期的な話だなと。それはめちゃくちゃもう素晴らしいお話ですよね。実は思ってます。いや我々もワイヤードはそのリジェネラティブシティっていうのを随分こう、本当に押し出してまして、再生っていうのは都市の再生でもあるし、ある種その都市の中での自然とか生態系の再生っていうことなんですけれども、だんだんこう生物多様性っていうものをやっぱりもうその財務諸表の中でもちゃんとこうそこにどれだけ寄与したかっていうことをこう入れてこうよっていうこう流れが今こう世界的にはある中で、この5本の木プロジェクトなんかやられてると、もう経済を回すことで自然資本も回復していくとか、生物多様性っていうものにも寄与するっていうモデルを20何年前からやられてたってことですよね。そうですね。もう一つそのやっぱり建築資材っていうものが、かなりもうその大規模にいろいろとこう使われていて、そのサステナビリティあるいはそのリージェネラティブ、いわゆるその再生していくっていうものではどういった取り組みをされているでしょうか？最近発表させていただいたのがハウストゥハウスという、コンセプトでもって発表させていただいたんですけども、家がまた何かの家に生まれ変わるという、完全サーキュラーの世界から見ると、その新築現場から出る廃材をゼロエミッションするっていうのはほんの一部でしかないなっていうふうに気づいたんですね。で少し非常にこう難しいんですけども、これにはチャレンジしてみようということです。ただ本当にこれはおそらくもう少し時間がかかる話ですし、なぜかと言いますと住宅部材っていうのは3万点以上の部材からできてますので、3万点、それぞれの部材がもう一度再利用できるようにするためにはですね、どうしたらいいのかっていうのは本当にその各部位の製造メーカーさんとかサプライヤーさんと一緒になって研究開発をしないとこれは成り立たない話なので、少し息の長い話ですけど2050年を目指してですねプロジェクトを立ち上げたというところですね。だからそういう意味ではそこでじゃあこれ何に変えるのかっていうところを考えること自体が今ちょっとクリエイティブな世界っていうことですよね。おそらく一番難しいのは作る段階から何に変わるかというイメージをした素材で新しい新品の商品を作るという、その作る前からおそらくサーキュラーをイメージしてサッシならサッシ、床材なら床材、クロスならクロスを作っていかないとうまくいかないんだろうなっていうふうに思いますね。壮大な計画になっていくと思いますね。冒頭でちょっとチャット GPT にこう言ってもらったところでは、例えばその生活全体をサポートするライフコーチングハウスとか、あるいはその居住者のその感情や記憶を蓄積してその感性を再現する感性メモリーハウスなんていう例も上がってましたけれども、中井さんどのようにご覧になってるでしょうか？家が自然物だとした時にやはり手も入れなきゃいけない。そのために愛着を持って愛着を持っていただくということはやはり自分の感性に合った家だから大事にしたいって思うわけですよね。自分の好きな絵を描けたいとか自分の気に入ったソファーを置きたいとかっていうのも愛着の一つなんですけども、当社は新築の時からそういった感性に応じて内装提案とか家具の提案をするというライフニットデザインという仕組みを考案をしまして、お客様が好きな絵とか家具とかいろんな題材を持ってきていただいて、こういう空間のイメージがお客様の感性に合ってるんじゃないですかっていうのをご提案するというそういうシステムなんですけど、人生を編み込むようにっていう意味のニットでかライフニットっていうところなので、新築だけ満足してもらうんじゃなくてやはりお客様の努力メンテナンスの愛着を持ってメンテナンスをしていく努力も必要ですよという意味も込めて
そういったネーミングにしてます。はい、今人生100年時代って、100年生きるってことはもうより家にいる時間もこう皆さんねこう長くなっていって、もう一度改めてその我が家家っていうものはこれからその価値はどういうふうに変わっていくとご覧になっているでしょうか。当社のグローバルビジョンとしては、我が家を世界一幸せな場所にすると、30年ビジョンを掲げさせていただいています。人生100年時代の幸せっていうのは、当然お金があった方がいいねとか、株がいっぱい持ってた方がいいねとかそういう有権資産っぽい話はいっぱい出てくるんですけども、本当の幸せっていうのはそうではなくて、逆に無形資産の方を大事にしようっていうところで、それは健康とつながりと学びというふうに分解をしたんです、はい、家と健康、家とつながり、あとその家と体験、学び、必ずしもつながってこなかったっていうんですか、そこをこうどういうふうにつなげていくっていうふうに考えられていらっしゃるんですか。健康につきましては、夜中急に倒れた脳卒中とか心筋梗塞とか脳疾患をどうやって早期発見するかっていう急性疾患対応の研究はしてますけども、ゆくゆくはもっと家が勝手に取得できるそのパーソナルな健康データでもって予防にどうつながれるか、家が健康を予知するみたいな、そんな家まで発展できればなっていうふうには思ってます。僕はそのアメリカのラスベガスで行われたそのカデミー法人 CS、だからあれはパンデミック前ですかね、プラットフォームハウスで19世界に対して出されていた、もうあれすごくワクワクした立場なんですけれども、だからその今僕らどちらかというとこうプラットフォームっていうと、この20年ぐらいスマートフォンですよね、ある種勝手にデータを取って、それなんとなく勝手にこうつながってくれるし、なんとかっていう話なんですけれども、それがこの小さいところから、我が家がこれに変わってくれるって、このポテンシャルってものすごく高くないですか、その家というものは。最近ではアルソックさんと少し、防犯のところで、業務提携しましたけども、これはデータベースの中で住まい手の戸締まり度っていうのは分析ができましたですね。戸締まり度、非常に近くのスーパーに買い物に行くぐらいだったら玄関の鍵閉めないよっていう人が非常に多いいかに多いかっていうところですし、それはこまめに閉めるタイプとか、夜中に雨戸どうするかとか、いろんなデータが取れますので、その戸締まり度に応じて掛け金は変えてもいいみたいな話をですね今手挙げながらよかった言っていただいて、そういうフィードバックの仕方もあるのかというところですから、このデータをどんどんオープン化することによってご提案いただけるような、そういったオープンなプラットフォームでもありたいなっていうふうに思ってますけどね。初めに偉そうにあんまりぶっ飛んでないなとか言いましたけど、これはこの業界特有かも分かんないですよね。やはり住宅っていうのはそんなにコロコロ変化するもんでもないし、 IT 業界とか自動車の業界のようにその変化のスピードっていうのは非常に遅い業界なので、ネタを AI に食べさせてもそんなに突拍子のものが出てこないかも分かんないけど、それが住宅の業界の普遍性みたいなところで、本質的にやはり自分の居場所、自分を守るための動物でいうと巣みたいなところですよね。で非常に普遍的で本能的なところの産業ですので、そういったことを大事にしながらどうチェンジしていくのかっていうのはこれからも考えていきたいなと思いますよね。我が家の未来のお話を伺うことで少し見えてきたかなというふうに思いました。改めて中井さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。